ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、現在 YouTube 上で一つ話題になっている動画があって、その問題が結構影響が大きいようなので、訂正するためのお話をしていこうと思います。その話題になっている動画の内容というのは、沖縄県嘉手納基地にいるアメリカの空軍部隊が撤退して、もう代わりの部隊がやってこないんだという動画内容です。この動画を見た人たちの中には、米軍はもう日本を見捨ててしまったんだとか、もしくは日本政府がこうした米軍の撤退を促してアメリカがそれに応じてしまったんだとか、中国の圧力がついにアメリカや日本を動かしてこのような米軍の撤退へとつながってしまったんだといった具合にして、様々な反応がかなりネガティブなものとなっていて、しかもかなり真に受けている人も多いので、これはちょっと訂正を行っておかなければならないと思います。それでは一体どのようなニュースが元になって今回の動画が出ているか見ていきましょう。沖縄米軍嘉手納基地 F15 戦闘機が順次退役、暫定的に F22 へ。浜田防衛大臣はアメリカ軍が沖縄の嘉手納基地に配備している F15 戦闘機を順次退役させ、今月上旬から暫定的に F22 戦闘機を派遣する方針であることを明らかにし、日米同盟の抑止力を維持・強化する取り組みだとの認識を示しました。沖縄の嘉手納基地にアメリカ軍が配備している F15 戦闘機について、浜田防衛大臣は記者団にアメリカ側からおよそ2年間かけて順次退役させ、より高い能力を持つ高級的な部隊に置き換えるという説明があったと明らかにしました。具体的には、今後数週間のうちに十数機の F15 戦闘機をアメリカに帰還させ、今月上旬から同じ規模の F22 戦闘機を暫定的におよそ半年間嘉手納基地に派遣するということです。その上で浜田大臣は、一層厳しさを増す安全保障環境に対応し、日米同盟の抑止力、対処力を維持・強化する一環として行うものであり、日米同盟にとって重要な取り組みだと述べました。ニュース自体はそれほど長いものではないですし、なかなか勘違いするような部分は皆さんもなかったかとは思います。単純に古い戦闘機を退役させ、新しい戦闘機へと変えていこうという話です。解説するにはちょっと物足りないぐらい短い話なのですが、残念ながら拡散されている動画においては、今回退役する部隊というのがそのままアメリカへと完全に引っ込んで、その代わりとなってくる部隊がローテーションすることに一つ勘違いをしています。それはローテーションイコール巡回という言葉について、あたかも本拠地から時々沖縄県にやってくるだけのついでとして空軍力が提供されるだけになってしまうという勘違いです。そのような勘違いをもとにして動画が作成されてしまったために、あたかも米軍が嘉手納基地から完全に撤退し、この基地がもぬけの殻になってしまうかのような話になってしまっているのです。ですからその動画を見た人たちの中には、なんてことだ、中国の脅威も高まっている時において、アメリカの戦闘機が全くいなくなってしまうのか、日本政府は一体何をやっているんだ、アメリカは一体何をやっているんだという怒りや不安へとつながってしまったわけです。しかしそれはあくまでも動画を投稿している YouTuber さんの完全な思い込みによる間違った情報発信であり、全くそのような心配をする必要はありません。今回の記事であっさりと書いているように、あくまでも F15 の部隊がアメリカへと戻っていくんですけれども、これはあくまでも古い機体なので退役させなければならないという事情があります。一般的なニュースとしては F15 と一言で済んでしまいますが、バージョンが古いものです。機体の年齢が30年とか40年近くなっているものについては、やはりどうしても部品交換や整備をいくらしたとしても最新の装備ではありませんし、思わぬところに経年劣化が現れて事故へとつながるかもしれません。ですから古くなった機体についてはやはり新しい機種であったり新しい機体へと交換していかなければならないのです。また順次 F15 がアメリカへと帰っていくその間においても、アメリカの戦闘機は嘉手納基地へとやってきて配備されます。まず最初にやってくるのがステルス戦闘機 F22 戦闘機で、この戦闘機は明らかに F15 戦闘機よりも圧倒的な空戦力を持つ戦闘機であり、この地域における空軍力は維持されるというよりもむしろ強化されると言った方が良いでしょう。ただし F22 戦闘機はアメリカ空軍にとってかなり強力な最終兵器な位置づけであり、常駐する部隊にはならないというのが今回の記事です。ではどの戦闘機へと交代していくかといえば、今回退役する F15、C や D といったバージョンから現在アメリカが調達を進めている F15 の最新バージョンがあります。
こちらの方に切り替えるかもしれないという話が出ています。ただこれはちょっと疑わしい話で、私は本命はステルス戦闘機 F-35A が常駐する部隊として派遣されると思います。というのも、アメリカの戦略全体のことを考えると、アメリカは明らかに対中国シフトを進めています。中国を非常に危険視、警戒して戦力を極東に集めるということを基本戦略にしているのです。ですから、ステルス性能のない F-15 のたとえ最新バージョンであっても明らかに今後沖縄に配属するには性能が足りない戦闘機なのです。他の国や他の戦線であれば全く問題はないわけですが、対中国ということを念頭にした場合においては、やはりステルス戦闘機で前線を揃えるというのは非常に重要なことです。また F-15 の後継機というのもちょっと問題を抱えています。メーカーはステルス戦闘機よりも安く作れますよといった話などをしているのですが、この話はかなり眉唾もので、量産が進んでいる F-35 の方が結局は量産効果もあって、戦闘機の本体、そして維持費用などについても F-35 の方が結局のところはお得になりそうなのです。しかも非常に重要なことは、非ステルス戦闘機というのはどんなに頑張っても結局のところステルス戦闘機にはかなわないというのが常識になっています。それは模擬戦闘が繰り返される中において、アメリカ軍の戦闘機同士がやったとしても、やはりステルス戦闘機の方が圧倒的な結果を残しているからです。というわけで、沖縄県嘉手納基地から F-15 の部隊がアメリカへと帰っていく。これに関しての間違った話として、今後アメリカはこの地域における空軍力の提供をやめてしまうという解釈は全く間違ったものです。アメリカは基本戦略として対中国シフトを進めており、沖縄に派遣する戦力はグレードアップされる予定です。そのグレードアップというのが最低でも F-15 の最新バージョンに切り替わるのか、それとも私の話したようにステルス戦闘機で合わせてくるのかといったどちらにしても戦力が下がることはないというのが重要なポイントです。ただ、沖縄県の人たちへの配慮として配備する機体数としては現状維持するものとなるでしょう。また日本政府やアメリカも協力しながら訓練を行う際にはなるべく騒音公害をまき散らさないような形で訓練を行うといった配慮はする必要があるでしょう。例えば鹿児島県の無人島訓練用の基地としての整備が進んでいますが、そのような形で人里を離れたところで訓練を行うというのももっともっと進めた方が良いでしょう。日本政府も米軍も嫌がるとは思いますが、昔々尖閣諸島には射爆場があって人の住んでいない地域において軍事訓練なども行われていました。近年ではそうした訓練が全く行われていないのですから、これを活用するという気持ちで現在人の住んでいない尖閣諸島にも訓練用の滑走路を作るというのも、これもまた一つの案だと私は思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。